おはようございます。俊也です。今日の FD レストアはこのロータリーエンジンのオーバーホールに着手していきたいと思います。とりあえず分解してみないとこのエンジンが使えるのか使えないのかわからない。ダメなんだとしたら部品発注かけるのにちょっと時間かかっちゃったりするんで、早い段階から分解してこのエンジンの状態をチェックしておこうという形です。っていうかね、このエンジン買ってきた時から結構やばい状態だったんですよ。欠品してる部品がたくさんあったりとか、あとネジとかボルトがついてない場所もあったりとか、なかなか今回のエンジンもやばそうな感じです。ちなみにエンジンオイル抜こうと思ってチェックしたんですけど、オイル入ってませんでした。ということで今このエンジンの中身はオイルも空っぽ、そしてクーラントも空っぽ。油膜が切れて部品がどんな状態になっているのかちょっと怖いね。そして車からエンジンを下ろした時に発覚したこの OS 技研の車外のクラッチ、そして軽量フライホイール、これがね余計にヤバそうな感じを醸し出してる。車外のクラッチついてるぐらいだからさ、やっぱりそれなりに走ってたエンジンなのかなと。もしかしたらサーキットとか走っててエンジンブローとかしてる可能性もなくはないのかなとか、いろいろ想像しちゃったりしたんですけど、それも分解してみればはっきりとどういう状態なのかがわかるので、今回このエンジンを分解してしっかり隅々まで現状チェックしていきたいと思います。それじゃあ作業行ってみよう。エンジン分解するのにスタンドにねエンジン乗っけたいんですけど、このままだとね重いし、スタンドにかけれる場所がちょっといまいちなさそうなんで、とりあえず補機類外しちゃいます。スタンドに引っ掛けるのに邪魔になりそうなやつ、この下ろしたままでも外せる部品たちどんどん外していきます。今日日中めちゃくちゃ暑くて作業できるような状態じゃなかったから、今日は夜から作業スタートです。このまま徹夜でエンジンばらしをやっちゃいます。よいしょ。エアコンのコンプレッサー取れました。よいしょ。オルタネーター取れました。よいしょ。ウォーターポンプ。よいしょ。ピンマに外れました。こんな感じ。パッと見た感じ、ポート研磨とかなんかそんなのはやってる雰囲気ないですね。インマニを外したここの取り付け面、削ってる風な感じはなさそうです。ただちょっとカーボンがあってどんな状態になってるかははっきりと見えないですけど、こんな感じになってました。で下側が排気液マニの取り付けかな。こっちも削ってる風はないですね。よいしょ。これなんだろう、なんかわかんないけどセンサーっぽいもの取れました。オイルパイプ外してプラグ外して、プラグは全然焼けてない。全然焼けてないどころかススも全然ついてない。なんか変なエンジン。こっち側もなんか全然焼けてないです。とりあえず補機類全部外し終わりました。で次エンジンスタンドに固定するためにこのスタンドのプレート、これをねこういう感じでつけます。このエンジンの側面の方ね、後ろの方じゃなくて、なんかここのフロントのハウジング、
ここに固定するのがいいみたいなんで、ちょっとここのボルト邪魔だから先これ外して固定できるようにやっていきます。スタッドボルトだからこれナットをかけてダブルナットで緩める。グッとかけていけるかなあ。緩い。簡単に回った。あ、楽勝だった。よいしょ。ちょっとバランス悪そうだけど仕方ない。もうこれしかないです。専用のねエンジンにするための道具もあるんですけど、1回しかバラさないのにそれ買っても仕方ないなと思ったんで、ちょっと無理やりだけどこれでいきます。取り付けるとこんな感じです。ちょうどこのフロントハウジング、ここのところにこうやって固定して、でちょっとバランス悪いんですけどこんな感じ。この取り付けてる部分からこっち側に中心が来るような感じで、このセンターが今ちょうどエンジンの中心部分、前後で見ても上下で見ても中心に来てるっぽいので、そこまでこの固定自体の回転バランスは悪くないと思います。でちょっとここのアームに負担がかかりそうでちょっと怖いんですけど、ただロータリーエンジンそんなに重くないから多分大丈夫だと思う。対荷重的にねいけると思う。ということで、あとはこれに釣り具をかけてスタンドに乗せたいと思います。よいしょよいしょ。はい、エンジンが乗りました。回転バランスは悪くなさそう。結構重心いい感じ。あれチャッポンチャッポン言ってる。あれオイル入ってんのかなあ、オイル入ってるかもしれない。チャッポンチャッポン言ってるわ。一応今これ重心はいい感じなんで、このまま分解進めていきます。とりあえずエンジンオイル入ってるっぽいんで、まずはオイル抜きます。やっぱ入ってるね。やっぱりそんなに入ってなさそうですね。もうちょろちょろしか出ない。ドレンの位置が横向きだから多分この辺にまだ多少残ってるんでしょうけど、抜けた量としてはこのぐらい。全然出てこないです。そしてオイルの色は真っ黒。エンジンのブラケットを外します。次クラッチ外します。よいしょ。とりあえずクラッチカバー錆びてるけどそんなに使ってない。リリースの当たってるところが減ってないです。そしてクラッチプレート1枚目。よいしょ。あ、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。ほとんど使ってないんじゃんこれ。ディスク、すごい綺麗。2枚目。よいしょ。よいしょ。ツインプレートクラッチですね。でこれがフライホイールか。フライホイールも外しちゃいます。よいしょ。あ、軽い。すげえ軽いフライホイール。軽量のフラホ。次エンジン正面側のダンパープーリー、こいつ外します。緩み止めのプレート外して、これでここのダンパープーリーが取れないそんなわけない。取れた。ダンパープーリーじゃないのか。普通のクランクプーリーかな。
ダンパー入ってないですね。こっちも入ってない？あ、入ってない。普通のクランクプーリーだ。車種によってはここにね、ダンパーのゴムのマウントみたいなのが入ってる時があります。さあ、ということで現れたこのボルト。フロントは 19mm、リアは 54mm。めちゃくちゃでかいナットです。今までロータリーエンジン分解したことはないんですけど、このナットとボルトがめちゃくちゃ硬いっていうのは噂で聞いてました。ものすごく有名ですよね。普通の工具使うと工具の方が負けてしまうって。なので今回新しく工具を買いました。フロント 19mm はこれ、こっちのソケットの差し込み口はね、4分の3インチです。めっちゃでかいやつ。こんなの。2分の1インチのこのインパクト。これのサイズと見比べてもめっちゃでかい。こんだけサイズが違います。2分の1でやるとね、ここがちぎれるんですって。硬すぎて。だからこっち買いました。もちろん、後ろのやつも、これは 54mm、こんなバカでかいナット。こんな感じです。さあ、これで、緩めましょうか。ここと、こっちが緩められれば、あとはね、そんなに難しくないみたいなんで、もうボルト外して部品ポンポン外していくような感じだから、今回の山場はこれです。このナットとボルトをちゃんと緩めることができるか。それじゃあやっていきましょうか。どれだけ硬く締まってるんだろうね。とりあえず気休めでしかないけどラスペネ入れときます。今更やったところであんまり効果なさそうな気はするけど、やらないよりはマシな気がする。たっぷりこっち側も。ラスペネがなくなる。かなりこの FD で使ったもんな。空っぽになりました。とんでもないことに気づいてしまった。今これ、ここの回り止めでフライホイールに引っ掛けるこういうのをね、ここにかけようと思った。フライホイール外しちゃった。失敗した。フライホイール戻します。完全に先走っちゃった。フライホイール外すのは後だ、後。で、ここのボルト外して、このギアにかませる回り止め、これをここにセットして、これでがっちりとフライホイールが固定されました。はい、とりあえずこんな感じにセッティングできました。なんかね、エンジンスタンドがこう動いちゃいそうだったから、タイヤとブロックで重し作ってエンジンスタンドが動かないようにして、でエンジン自体もこう回っちゃいそうだから下にこうつっかえ棒を入れて、あとこの4分の3のソケット、この T 型のスピンナーだとちょっと弱いかなと思って、このスピンナーの方も用意してあったんで、こっちの方が強そうだからこっちでいきます。これに鉄パイプで延長をかけて、全体像としてはこんな感じ。いけるかな。とりあえずは、でもエンジンスタンドなんか上がる感じするな。いけるかな。怪我だけしないようにね。めっちゃ硬く締まってるから。いきます。いや、いかないって。ちょっと待って、不安定すぎひん？いやー、持ち上がっちゃうんですけど。いける？こっからか。こっからだね。上がるぜ。いや、エンジンスタンド持ち上がっちゃうって。全然余裕で上がっちゃうよ、これ。全然こんなんじゃダメだ、重さ。全然緩む気配ないんで、重し追加してパイプも延長しました。これで挑戦してみます。これでいかなかったらどうしようか。頼むぜ、おい。なんか
回った感触があったよ。今グニュって感触があったんだけど、これ回ったんじゃない？あ、いった、回った。緩みました。ほら、やったー。結構硬いねこれ。この道具がダメとかパイプで延長するのがじゃなくて、このエンジンスタンド、こっちが重要だわ。こっちが壊れちゃいそう。こっちは同じようにいけるでしょう。こんだけ延長しないとダメか。1.5 メーターの単管パイプですよこれ。うっそ。うわ、怖え。いったべ、いったべ。ああ、回ったー。あー、よかったー。なんちゅうトルクでしまってんだ本当に。いやでもネットがあってよかった。事前に下調べができましたからね。そう簡単には緩まないっていうのは調べてあったから。よし、これで前と後ろが緩んだんで、あとは、オイルパンとかこうボルトいっぱいついてるんで、オイルパン外してでひっくり返して、こっちのボルトも外してっていっぱいやっていきたいと思います。まずはひっくり返して、よいしょ。うわー、クーラントとオイルがわーわー、そんなに残ってたのね。下にウエス引いときます。油の吸着剤、オイル受けも置いといて、これでひっくり返しちゃいましょう。とりあえずひっくり返したんで、ここのボルトを緩めて、でオイルパン外します。これで外れるでしょう。よっ、オープンじゃん。はい。お、思ってたより綺麗かな。オイルパンの中はこんな感じ。ちょっと汚れててよくわかんないね。そんなに汚くないよね。オイルが真っ黒だったから、エンジンの状態もあんまり良くないかなと思ってたけど、オイル交換はちゃんとされてたのかな。よいしょー。よいしょ。よいしょ。おい。お、まあまあ綺麗だねやっぱ。よいしょ。これがオイルポンプ。よいしょ。カウンターウェイト。よいしょ。そしてここがスラストベアリング。はい。もう一つスラストベアリング。よいしょ。そしたらオイルポンプとストレーナーも外しています。よいしょ、オイルポンプ。よいしょ。よいしょ。そしたらエンジンひっくり返して、よいしょ。次はこっち側からどんどん外していきます。
よっ、いいよっ、よし。まずはもう一度フライホイール外して、あれ、カウンターウェイトどうやって抜くんだろう。そういうことね。これ軽量フライホイールに変わってるから、だからこっちについてるんだ。純正のフライホイールだとこれついてないみたいです。ググってようやく分かりました。でこれを抜くのにはこのプーラーを使ってやらなきゃいけないみたい。よいしょ。よし、これでいけねえかな。なんか嫌な感触するな。うわー、急に重くなった。これ以上いっちゃやばそうな気がする。いやー、やめておこう。ダメだな、うるさいな。さすがにうるさいな。とりあえずこのまま明日まで放置します。はい、ありがとうございます。翌日です。外し方調べてきました。わかりました、これの外し方。なんかね、このシャフトに対してこのウエイトがね、こうテーパーで効いてるみたいで、なんかこれで外れなくもないんだけど、基本的にはがっちりはまってるから思いっきり引っ叩かないとこれ外れないみたいです。整備書にはね、これで外れるように書いてたんですけど、動画上げてる人は思いっきりこれぶったたいてました。これかけた状態でさらにこれをぶったたく。そんな感じでやってたんで、僕もこれ叩いて外したいと思います。鉄のハンマーでやると打痕ついちゃうから、プラスチックの無反動ハンマー、これでいきます。動画でやってた人はね、結構なんか強い力で叩いてた。この向きが良くないかな。外れる気配がない。叩く向きが良くないのかもしれない。上から下に叩いたらより食い込む方向になっちゃうから、こう落っこちる方向で、この方向で、落ちたら困るからナットだけかけて、これでちょっと叩きます。ただね、動画でやってたのね、フライホイールだったんですよね。カウンターのこのウェイトじゃなかったんだけど。外れないな。取れないよ。嘘だ。お、来たー。来たー。硬すぎっしょ。クランクのこの 54mm のナット緩めるよりこれ外す方が大変だわ。フライホイールだったらまだ外すの楽だったのかな。でかいから。これちっちゃいから叩きにくいもんね。外れました。こんな感じでね、テーパーかかってるんですよ。こういう感じの。こっちの方が狭い。こっちが広い。で、斜めで効いちゃうから、これね、すっごい外すの大変です。取れた。でも取れた。
これで作業が進む。でここ外します。あ、来た。よいしょ。ステーショナリーギアだっけが取れました。ここがローターに引っかかってる部分ですね。そしたらついにこのロータリーのこのハウジングを止めてるボルトたち、これを引っこ抜くんですけど、普通のエンジンと同じで緩める順番があるらしくて、順番間違うと、エンジンが壊れる可能性、完全に破損して使えなくなる可能性があるので、順番通りに緩めていきます。で緩める時も一気に外さないで、一回緩めて少しずつ緩めていくような感じ。これ1、2でしょ。ここが3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17で18。これを順番に少しずつ緩めていきます。パキパキ嫌な感触だね。まあでもニュルっとするよりはいいか。よいしょ。もう一回。全部均等に2回ずつ緩めたんで、あとはボルトを引っこ抜きます。長いなボルト。すげえな、やっぱこんだけのハウジングを全部貫通してるんだもんね。うい、全部取れました。よし、あとはハンマーで引っ叩いてサイドハウジング、これを外します。お、来たね。そんなに固着してない。あ、来たっぽい。よし、ついにローターとご対面。いきます。あープンじゃん。おうおう、あーはははあー、これこっちにくっついちゃまずいからここ戻しとく。どっからもういいね。結果からいきましょうか。エンジンブローです。このエンジンはもう使えません。このハウジングのシャーっていう傷、これローターがこう動いた時にこうなんていうかな、こう引っかいた傷。エンジンブローとかを起こすとね、こういう感じになります。で外したサイドハウジング、これもねちょっと怪しい。使えないかもしれない。ローターハウジングは交換すれば、いいんですけど、こっちも交換はできるんですけど、こっちがね傷なければ再使用できる部品なんですよ。なんだけどこの傷がね入ってるんですよね。どっちだ、あ、ここか。こっちの方が深いわ。これ指で触るとね、もうあからさまな段差がここにあるんですよ。これ分かります？ここにこうピーってこう傷がピーって線傷入ってんの。結構深いのが入っちゃってるから、サイドハウジングも使えないっすね。なんかお店によってはここ研磨して使うところもあるみたいな話聞いたことあるんですけど、研磨でどうにかなるような深さじゃない気がするんだよな。かなり深い感じがする。コンマ5、下手したら削るって考えたら1ミリぐらい削らなきゃダメなんじゃないかな。そのぐらいね、これ爪で引っかかります。ここの段差完全に使えない状態だ。なんかピカピカですごく綺麗なんですけどね。ここのね、この模様みたいな、この三角形みたいなこういう模様はね、ロータリーエンジンは特有の模様です。これは傷とかじゃなくて、使ってると必然的にこの形がつきます。ここはねそんなに段差ないです。指で触ってもわからないかな。
だから目で見てわかるけど指で触ってもわからないレベルの段差。ただ磨かれてるような感じかな。コンパウンドで磨いたような、そんな感じ。でもこっちは全然もうダメ。完全に傷になってます。あとブローしたエンジンだからね、こっちこうステーショナリーギアのこの中にベアリング、クランクメタルか、クランクメタルでいいのかな、ロータリーの名前はわかんないけど、これもねもう完全にこう減っちゃってますね。メタルが減ってる。だからクランクシャフトも使えないかもしれない。完全にダメなエンジンだったか。せめてもしかしたら使えたりしないかなとか、ワンチャンいけないかなとか期待してたけど、やっぱりそう甘くはなかったか。一応もうダメなのは分かったんですけど、外し方は作業手順にのっとってやっていきます。これね、外し方のコツみたいなのがあるんですよ。こうやって本来だったらここコーナーシール、アペックスシールテンションかかってるから、ローターを外すとね、これシールがピョーンって弾け飛ぶんですって。だからそうならないように、このハウジングのここの、水が漏れないようにするためのゴムシール、これをこうかけて、なんていうの、こうバンドみたいにしてアペックスシールが吹っ飛ばないようにして外すのが本来の作業手順みたいです。このローターはそんな心配ないと思うけどね。ただ一応自分の練習という意味で、正規の手順でやっていきます。よいしょ。はい、ローター外れました。もうがっつり傷入ってるもんね。傷っていうレベルじゃないね。もう完全になんかこう鉄がめくれ上がってる。わかった。アペックスシールがいなくなってるわ。ここいなくなってる。こっちもいない。ここもいない。でもね、この中にはいないんですよ、アペックスシール。っていうことはアペックスシールの破片なのかな、ここに刺さってんの。もしかしたらそうかもしれないね。アペックスシールだわ。ほら見て、ここぐさーって刺さってんの。段差になってる。見えるかな。これ線傷で引っ込んでるんじゃなくて、これ出っ張ってきてんのね。アペックスシールが刺さってます。すごいね。超高回転で回ってるんだからそうなるか。弾け飛んだアペックスシールが刺さったんだ。うわ恐ろしい。こうだからこうか。一応ちゃんと元通りになるように外して、これで一応保管しておきます。でこれで次このローターハウジングが外れるのかな。よいしょ。そしてハウジングが取れると。取れた。うわすげえギッタギタ。ダメだこりゃ。よいしょ。これで浮かせて。これ一人でやるの難しくね。いった。よし。よっしゃ、取れた。わーおとりあえずこれローターのこれだけ戻しとく。なくしたら困るから。とりあえず一回外しちゃいますねこれ。一回見せてたらこれ進まないわ。これどっちだっけ。これシャフト抜いちゃうのか。よいしょ。はい、エキセントリックシャフトが抜けました。よいしょ。こっちはアペックスシールはついてるけどよいしょ。
構重い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 。危ない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 。ちゃんと持たないと。よいしょ。はい、ということでロータリーエンジンの分解が終わりました。とりあえずこれがリアのハウジングで、これがリアのローター。これはさっき撮影したから大丈夫ですよね。でこっちがローターハウジング、リアのローターハウジング。もうねすごい、これこんな感じ。もうギッタギタ、すごいね。さっきローター入っててちょっと見えにくかったかと思うんですけど、こんな状態になっていました。こっち側はねまだ綺麗。あ、でもこっちに来るとまたギタギタがいる。だから完全にこのハウジングの中でローターが暴れ回ったような感じですね。でこっちがフロント側のハウジング。フロントローターのハウジングはこんな感じ。こっちはね悪魔の爪痕はパッと見当たらない。でも使えはしないかな。ちょっとこれの再使用も厳しいかもしれない。っていうのもねサビッサビなんですよこれ。これに入ってたローターがこれです。すごくない？サビッサビ。そしてこれがフロントハウジング。こんな状態です。これも使えないわ。もう完全に錆びちゃって、こうサビのこの段差みたいな腐食跡みたいなのがついちゃってるから、これもダメです。再使用できない。どこにローターがあったかはっきりわかるもんね。すごいね。これね、ここ錆びてる理由はね、このローターハウジングからこっからね水入ったっぽいっすね。あ、こっからじゃないのかな。他のとこから回ってるかもしれない。もしかしたらこの辺からクーラントが中に入ってるかもしれないけど、まあどのみちどっかから水が回ってる可能性が高いです。もうブローしたエンジンだから、もしかしたらクーラントがこっち側に入ってる可能性もあるし、もう正直どこが原因かはわからないです。ただどのみち使えないことだけはわかる。そしてこれか。これがセンターハウジングでいいのかな。こっちがフロント側の面ですね。もう錆がいる。ああ、でもフロント側もここ結構段差の摩耗があるな。そもそももうブローをしたけど、そもそもなんか寿命だったんじゃないかな。走行距離結構いってて、で最後のとどめにエンジンブローっていう感じかもしれない。摩耗がすごいわ。でこれをひっくり返して、よいしょ。あ、違う、逆だ。こっちがフロント側だ。ごめんなさい。今見てたのリア側ですね。ブローした側だ。こっちの方が錆ひどいわ。あ、でもフロント側もやっぱ段差ある。同じ。こっちの方がちょっと段差が薄いかなっていう感じ。くっきりとローターの跡が。はい、ということで全ての部品で再使用不可能です。ハウジング3枚、そしてローターハウジング2枚、あとローター2つ、もう全部ダメ。クランクシャフトもダメ。あ、ごめん、エキセントリックシャフトだね。エキセントリックシャフトもダメ。ステーショナリーギアとかは使えるかもしれないけど、あとオイルパンも使えると思う。この辺ぐらいかな。使えるとして。それ以外は全交換ですね。はい。まあ、うちのかみさんが喜びますよ。このオブジェが欲しかったって言ってたんで、ロータリーの。このね、ハウジングとかにこうローターセットして時計入れたりとか、なんかインテリアみたいにして家の中に飾りたいって言ってたから、まあちょっと高いインテリアを買ったと思えばいいかな。そんな感じです。まあね、この車買ってきた段階でね、
タービンもない、液マニもない、インタークーラーもない、ラジエーターもない、あとオイルクーラーもない、ことごとくエンジンチューニングするような部品たちが全部外されてたんで、いやーおかしいなとは思ったんですけど、で最後のとどめにOS 技研のクラッチじゃないですか。いやーこれはサーキット走ってた車だよなと思ってたんですけど、なんか久々に予想大当たりって感じですね。ちなみに多分このエンジンね、この車ので間違いないと思います。っていうのもボディもね補強入ってたんですよ。いや取り外されてはいるんですけど、ここにプレートついてるじゃないですか。これねロールバーの取り付けてた跡、こことあと反対側にもついてて、そして、シートの取り付け部分、ここにもねプレートついてるんですよ。ちなみに確認できたロールバーの取り付けポイントはね、こことここの計4箇所だけでした。左右で4箇所。トランクにはねなんかそれらしい跡がないんですよね。リアシートからトランクにかけての固定かなとか思ったんですけど、違うんですよね。どういう形状のロールバー入れてたのかがちょっとよくわかんないんですけど、一応プレートがついてる場所はそこだけ。ダッシュボードも穴開いてなかったし、足元この辺にもね取り付けてた風な感じは見当たらないです。少なからずダッシュ貫通のロールバーじゃないし、なんかリアシートの部分だけ補強入ってたかのような、そういう感じかな。もし詳しくどういう感じのがあるとか知ってる方いましたらね、ぜひコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。車の下から見るとこれがリアのホイールアーチのところで、ずーっと下に来てここにも補強のプレートが入ってる。でここでロールバーを多分押さえてたと思うので、おそらくこの車ボディも多分サーキット走ってたやつ、そしてエンジンももともとこの車に乗ってたサーキットを走ってたエンジン、あとねリアデフも実はちょっと怪しい気がします。液体ガスケットが純正じゃないのが入ってるっぽいんで、もしかしたらこの中のデフが変わってるかもしれない。 LSD とか入ってるかもしれない。ちょっと開けてみないと分かんないんですけど、これもなんかちょっと怪しい。はい、ということで今回の動画はロータリーエンジンをバラバラに分解してエンジンの状態をチェックするという動画だったんですが、無事うちの FD 君エンジンの世界が確定しました。おめでとうございます。笑えない。まあでもこの車がね100万だから、100万って考えればまあ妥当かな。エンジン単体をヤフオクとかで見ても絶対このエンジンかからないよねっていうぐらい見た目汚くてサビサビな状態のやつが20万とか30万で落札されてたり、かかるかわからないですってなってるけど見た目がちょっと綺麗なやつ、それが60万ぐらいとかで落札されてたり、なんかよくわからない世界です。でもこの車自体ボディがそこまで錆びてたりとかは全然ないので、ロールバーつけてサーキット走ってたから多少やれてはいるのかもしれないけど、だけど錆が全然ないから多分ボディだけで100万以上の価値はあるでしょう。なんか今この FD 中古のお店とかで買っても下回りサビサビのやつが300万とか400万とかするらしいんで、中古で車買って1年ぐらいでエンジンオーバーホールとかもザラにあるみたいなんで、それから比べれば安いんじゃないかな。なんかそんな気はする。とりあえずエンジンがダメなのは分かったので、これから気持ち切り替えて進めれるところを進めていきましょう。今後この FD がどうなっていくか気になるよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。